の警告音が鳴り響いた瞬間、あなたはどう行動しますか？緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。2025年7月30日、カムチャツカ沖で発生したマグニチュード 8.8 の巨大地震。南海トラフで想定されているのも同規模のマグニチュード8から9の巨大地震。その発生確率は今後30年以内で 80% とされています。これはもはやいつか来るではなく、いつ来てもおかしくない現実です。この現実を前に、私たちが今すぐ取るべき対策、改善できることは何だと思いますか？この動画では、海外の意見や反応を徹底リサーチし、防災対策の8つの盲点を可視化します。サイバー攻撃、思考の外部委託、マニュアル依存症、ジャパンリスク、復興利権、善意の津波、インフォデミック、国家強制介入。これらを一気に検証します。あなたの知恵や対策も、ぜひコメント欄で共有してください。この動画が、そして皆さんのコメントが一人でも多くの命を救うきっかけになることを心から願っています。第1章。衝撃、海外が戦慄したあの瞬間。この動画は作業や散歩をしながらでもラジオのように聞いてご理解いただけるように制作しています。また、本題に入る前にいいねとチャンネル登録をいただけると私たちの次の動画作りの大きなエネルギーになります。応援よろしくお願いいたします。それでは本題に入りましょう。2025年7月30日午前8時25分。ロシアカムチャツカ半島沖を震源とするマグニチュード 8.8 の巨大地震が発生しました。その揺れは遠く離れた日本にも到達。そしてその直後、日本全土の太平洋沿岸に住む人々のスマートフォンが一斉にあの独特の警告音を鳴らしました。緊急地震速報、そして大津波警報です。これは単なる警報ではありません。1億人以上の国民の命を守るため、緻密に設計された国家の情報伝達システムの作動した瞬間でした。海外の多くのメディアは、この日本の迅速かつ整然とした初動対応に、世界からは驚きと、そして称賛の声が上がりました。有事においても秩序を失わない日本人の冷静な避難行動。大きな揺れが到達する数秒から20秒程度前に速報する驚異的な警報システム。しかしその一方で、光が強ければ影もまた濃くなります。訪日客や在留外国人には情報が届かずに取り残されるリスクや、安全のためなら国民の自由さえも制限しかねない強制的な一斉配信システムへの懸念など、海外からは批判の声も上がったのです。このようにこの動画では、称賛と批判双方のリアルな世界の反応に耳を傾け、それらを改善のヒントとしてより安全な日本になるための道筋を探っていきます。では、この日本の災害対応システムがなぜ世界から称賛されるのか、そしてその先にどんな改善点があるのかを、リアルな海外の反応を交えながら深く掘り下げていきます。海外の反応。称賛。なぜ日本の警報システムは世界を驚嘆させるのか。カムチャツカ地震発生後、日本の気象庁が津波警報を発令したのは、地震発生からわずか数分後のことでした。この驚異的なスピードは、世界中の災害対策専門家やメディアから高く評価されています。米国の CNN は、日本の津波警報システムは世界で最も先進的だと速報し、英国の BBC も秒単位で国民の命を救うためのテクノロジーとして、その技術的優位性を特集しました。海外の人々が特に称賛するのは、主に2つのポイントです。第一に、テクノロジーの圧倒的な精度と速度です。日本の警報システムは、全国に張り巡らされた高感度地震計ネットワークと、過去の膨大な地震データを解析するスーパーコンピューター、そして衛星通信システムが連携し、ほぼリアルタイムで津波の到達時刻と高さを予測します。この技術力は他国の追随を許さないレベルにあり、まるで未来の防災システムだと、あるアメリカの大学教授は語ります。フランスの技術系メディアでは、日本のシステムは単に警報を出すだけではない。携帯電話、テレビ、ラジオ、屋外スピーカーといったあらゆる媒体をジャックし、強制的に情報を届ける多層的情報伝達網こそがその真髄だと分析されました。実際に対象エリアにいるほぼ全ての人が行動を起こすのに十分な時間的猶予を持って危険を知ることができたのです。
第2に警報を受け取った市民の冷静で迅速な行動です。警報が鳴った瞬間、パニックに陥るのではなく、多くの人々が日頃の訓練通りに粛々と高台へと避難を開始しました。その様子は海外の SNS で信じられない光景だ、まるで統率の取れた軍隊のようだと拡散され、数百万回以上再生されました。ドイツからの観光客は警報の音には驚いたが、周りの日本人が一斉に落ち着いて避難し始めたので、私たちも安心してついていくことができた。この国民の防災意識の高さこそ日本の最大の強みではないかとインタビューに答えています。これは幼少期から繰り返し行われる避難訓練や過去の災害から得た教訓が社会全体の共通認識として深く根付いている証拠です。それは単なるマニュアル遵守ではなく、歴史の中で培われた集団で生き残るための知恵とも言えるでしょう。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。完璧なシステムの死角。しかし、この世界最高水準のシステムも決して万能ではありません。海外の冷静な視点からはいくつかの重要な課題が指摘されています。第1の課題は情報格差デジタルデバイドの問題です。特に外国人観光客や在留外国人への対応の遅れは深刻な問題として浮かび上がりました。ニューヨークタイムズ紙は日本語が理解できない外国人にとって突然鳴り響く警報音と漢字だらけのメッセージは救いの手ではなく恐怖と混乱の原因にしかならないと指摘。実際に避難所で途方に暮れる外国人観光客の姿が報じられ、多言語対応の遅れは国際化を進める日本の致命的な弱点だという厳しい意見が相次ぎました。また、スマートフォンを持たない高齢者や電波の届きにくい山間部や離島の住民にいかにして迅速に情報を届けるかという古くて新しい課題も改めて浮き彫りになっています。第2に警報疲れと誤報のリスクです。日本のシステムは安全を最優先するあまり、わずかな可能性でも警報を発令する傾向があります。しかし、これが繰り返されると、人々が警報に慣れてしまい、本当に危険が迫った時に避難しなくなる狼少年効果を生む危険性があります。カナダの防災専門家は、警報の信頼性を維持するためには、精度の向上だけでなく、空振りを恐れない文化と誤報であった場合にも、丁寧な説明責任を果たす運用が不可欠だと、警鐘を鳴らしています。今回の地震でも一部地域では予測よりも津波が低かったため大げさだったという声が聞かれました。こうした小さな不満の積み重ねがシステムの信頼性を少しずつ蝕んでいく可能性があるのです。そして第3に災害時のデマと誤情報の拡散という現代ならではの問題です。警報発令直後から SNS 上では地震の前兆として白イルカが打ち上げられたといった過去の映像を使い回した偽情報が瞬く間に拡散しました。こうしたデマは人々の不安を煽り、冷静な判断を妨げ、時には避難行動を遅らせる危険すらあります。イギリスのガーディアン紙は、日本は技術的な防災対策では世界のトップランナーだが、情報災害、インフォデミックへの対策ではまだ改善の余地が大きいと論評しています。高度な情報伝達システムを持つからこそ、そのシステムを悪用しようとする動きや、意図しない誤情報の連鎖にも同様に高度な対策が求められるのです。改善のポイントとは、より強靭な社会を目指して、では、これらの課題を乗り越え、日本の災害対応をさらに進化させるためには何が必要なのでしょうか。改善のポイントは3つ考えられます。1、ユニバーサルデザイン化された情報伝達の徹底。すべての警報や避難情報に標準で多言語対応、英語、中国語、韓国語などと子どもや障害者にも分かりやすい、優しい日本語を併記することを義務化します。また、スマホを持たない人々のため、地域コミュニティと連携し、民生委員や消防団が直接安否確認と情報伝達を行うアナログな仕組みを再強化することも重要です。テクノロジーと人の温かさを組み合わせることで、誰一人取り残さない情報網を構築するのです。2、警報のパーソナライズ化と対話型情報提供。将来的には利用者の現在地や年齢、家族構成などに応じて警報の内容や避難経路を最適化するパーソナライズド警報の導入が期待されます。また、一方的に情報を流すだけでなく、チャットボットなどを活用し、今の状況は
どこに逃げれば安全といった個別の質問に AI が自動で応答する対話型の情報提供システムを構築することで、人々の不安を和らげ、より主体的な避難行動を促すことができます。3. 官民連携によるファクトチェック体制の構築。災害時のデマ対策として、政府、メディア、プラットフォーマー SNS 運営企業、そして専門家が連携し、リアルタイムで偽情報を判定警告する災害ファクトチェックセンターのような組織を設立します。AI を用いて疑わしい情報を検知し、専門家が迅速に真偽を判定、その結果を警報システムと同じレベルで広く告知することで、インフォデミックの蔓延を防ぎます。日本の災害対応システムは確かに世界の称賛に値するものです。しかし、その栄光に安住することなく、海外からの批判的な視点を真摯に受け止め、常に改善を続ける改善の精神こそが、未来の国民の命を救う、本当の意味での最強の防災となるのではないでしょうか。第2章。国家による強制介入。J アラートは守護神か監視者か。日本の緊急警報システム、通称 J アラート。それは有事の際に国民一人一人の携帯端末に強制的に警報を通知する国家レベルの情報伝達システムです。このシステムが作動するとき、対象エリア内のすべてのスマートフォンはキャリアや設定にかかわらず、あの特徴的な警告音を一斉に鳴らします。その圧倒的な強制力と網羅性から、海外ではまるで SF 映画の世界だと驚きの声が上がると同時に、これはプライバシーの侵害ではないのかという根源的な問いも投げかけられています。今回はこの強力なシステムの仕組みとその裏にある思想について、海外の称賛と懸念の両面から深く考察していきます。海外の反応。称賛。個人の自由より公共の安全を優先する思想。海外のメディアや専門家が J アラートを分析する際、最も注目するのは、その技術的な側面以上に、個人の自由よりも社会全体の安全を優先する、という日本社会に根ざした独特の価値観です。アメリカの政治学者は、FOX ニュースの番組で次のようにコメントしました。アメリカで同じシステムを導入しようとすれば、間違いなく大規模な訴訟が起きるでしょう。政府が個人の携帯電話をコントロールするなど、憲法で保障された自由への冒涜だと。しかし、日本ではこれが社会的に受け入れられている。これは、災害という共通の脅威に対して、個人が権利の一部を国に委ねることで、全体の生存確率を高めるという、極めて合理的な社会的合意が形成されていることの表れです。このコメントは J アラートが単なる技術ではなく、日本の社会契約の一つの形であることを示唆しています。ドイツの週刊誌シュピーゲルは、日本の奇跡と題した特集記事で J アラートを支える思想的背景を掘り下げました。欧米の個人主義がこの自律性を重んじるのに対し、日本のそれは個が社会という共同体の一部として機能することを前提としている。災害時に警報を受信しない自由を主張することは、共同体全体の安全を脅かす自己中心的な行為とみなされる。この文化的背景こそが J アラートのような強力なシステムを運用できる土壌なのだと分析しています。つまり、マナーモードやサイレント設定を無視して鳴り響く警報音は、単なる迷惑な騒音ではなく、あなたは一人ではない。社会全体でこの危機に立ち向かう一員なのだという国家からのメッセージでもあるのです。このようなシステムは特に集団での避難が不可欠な津波災害において絶大な効果を発揮します。一人でも多くの人に1秒でも早く危険を知らせ、避難行動を促す。その目的のためには個人の静かな時間を妨げる権利さえも国家は持つべきだというのが日本のコンセンサスなのです。このある種の割り切りと合理性が結果として多くの人命を救ってきたという事実は、海外の多くの災害対策機関にとって羨望の対象であり、同時に導入の難しさを痛感させる事例となっています。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。国家による情報独占の危うさ。一方で、この強力すぎるシステムに対して、海外の人権団体やリベラル系メディアからは深刻な懸念も表明されています。その批判の核心は、平時における国家権力の乱用への危惧です。イギリスの国際人権 NGO アムネスティ・インターナショナルは、報告書の中で次のように警告しています。
災害時という大義名分のもとに国民の通信機器に強制介入できるシステムが存在すること自体が、権威主義的な政府にとっては非常に魅力的なツールになり得る。今日、津波を知らせるために使われているそのシステムが、明日、反政府デモを抑圧するための偽情報を流したり、特定の個人を監視するために使われないという保証は、どこにもない。この指摘は、利便性の高いテクノロジーが常に諸刃の剣であることを我々に突きつけます。システムの管理運用が完全に透明で厳格な法的監視下にあることを政府は国民と国際社会に対して証明し続ける責任があるのです。フランスの新聞ルモンドはより哲学的な問いを投げかけます。国家が国民の脳に直接語りかけるようなシステムは個人の思考や判断の余地を奪い人々を従順な受信機に変えてしまう危険はないだろうかと。警報が鳴ったら何も考えずに指示された通りに動く。それが最も安全な行動であることは間違いありません。しかし、その状態に慣れきってしまうと、想定外の事態が発生した際に、自ら考えて判断し、行動する能力が失われてしまうのではないか、という懸念です。これを思考の外部委託と呼び、警報システムへの過度な依存が、長期的には社会全体のレジリエンス、回復力を低下させる可能性を指摘しました。また、技術的な観点からも、単一システムへの依存の脆弱性が指摘されています。万が一 J アラートのシステムがサイバー攻撃を受けたり大規模なシステム障害を起こした場合、日本の災害情報伝達網は完全に麻痺してしまうのではないか。カナダのサイバーセキュリティ専門家は、単一の中央集権的なシステムは効率的である反面、攻撃対象としては非常に魅力的だ。バックアップとしてより多様で分散型のアナログな伝達手段を維持し続けることが真のリスク管理だと述べています。あらゆる情報伝達手段を用いて国民に情報を届けるはずのシステムがそれ自体がアキレス腱になるという皮肉な現実です。改善のポイントとは、信頼と自律性を両立させる未来へ。では J アラートの利便性と安全性を維持しつつその潜在的なリスクを管理するためにはどのような改善が必要なのでしょうか。1、徹底した情報公開と第三者機関による監査。システムの運用ルール、刑法発令の判断基準、過去の発令履歴と検証結果などをすべて国民に公開し、透明性を確保します。さらに、政府から独立した人権専門家、法律家、技術者からなる第三者委員会を設置し、システムの運用状況を定期的に監査、乱用の兆候がないかを厳しくチェックし、その結果を公表する仕組みを法制化します。これにより、国内外からの懸念を払拭し、システムの信頼性を担保します。2、自律的判断を促す、防災教育への転換。現在の警報が鳴ったらこう動くという画一的な避難訓練に加え、もし警報が鳴らなかったら、もし避難所が満員だったら、といった想定外の事態を自ら考え、判断する力を養うシナリオ非依存型の防災教育を導入します。J アラートはあくまで最適な行動を推奨するツールの一つと位置づけ、最終的な判断は個人が行うという原則を社会全体で共有します。これによりシステムへの依存と思考停止を防ぎ、個々のレジリエンスを高めます。3、システムの多重化とオープン化。J アラートという基幹システムに加え、地方自治体や民間企業が開発する多様な情報伝達アプリやサービスを国が認証し、連携させるオープンプラットフォームへと移行します。これにより単一障害点、シングルポイントフェイリアのリスクを分散させるとともに、民間ならではの斬新なアイデアやテクノロジーを取り入れ、システム全体の進化を加速させることができます。J アラートは日本の英知の結晶です。しかし、その力を正しく使い続けるためには、技術の進化だけでなく、それを運用する社会の成熟が不可欠です。国民の信頼と個人の自律性。その両輪があって初めて、このシステムは真に国民の命を守る盾となるのです。第3章。完璧なマニュアルという名の罠。想定内の天才、想定外の凡人。日本の災害対応は詳細かつ網羅的な防災マニュアルによって支えられています。避難所の開設手順から救援物資の配布方法、ボランティアの受け入れに至るまで、あらゆる事態を想定した手引き書が国や地方自治体によって整備されています。
この徹底した準備主義は日本人の几帳面さの表れとして海外から称賛される一方で、マニュアルへの過信が予期せぬ事態への対応力を削いでしまうという批判も存在します。今回は完璧なマニュアルという日本の強みが時に弱点にもなり得るという逆説的な現実を海外の視点を通じて探っていきます。海外の反応。称賛。パニックを防ぐ行動の脚本。大災害という極限状況において人々がパニックに陥らず冷静に行動できるのはなぜか。その答えの一つがマニュアルの存在です。海外の危機管理の専門家は日本の防災マニュアルを混乱を秩序に変えるための行動の脚本と高く評価しています。イスラエルの軍事アナリストはウォール・ストリート・ジャーナル紙の取材に対し、災害現場で最も恐ろしいのは何をすべきかわからなくなった群衆が引き起こす二次災害だ。日本のマニュアルは行政職員から一般市民一人一人に至るまで今何をすべきかという明確な役割と行動指針を与える。これにより個人の不安は軽減され、集団全体が機能的な組織として動き出すことができる。これは混乱をマネジメントする上で極めて優れたアプローチだと分析しました。実際に避難所の運営が職員や地域住民によってマニュアルに沿って整然と立ち上げられていく様子は多くの海外メディアで驚きをもって報じられました。フランスの社会学者は日本のマニュアル文化についてさらに深く考察しています。日本のマニュアルは単なる手順書ではない。それは過去の災害で亡くなった人々からの教訓、そして未来の世代へ命をつなぐための知恵が凝縮された共同体の記憶装置なのだと。例えば避難所ではまず女性や高齢者、子どものためのスペースを確保するといった細やかな配慮は過去の災害で弱者が困難な状況に置かれたという痛ましい経験から生まれました。こうした教訓を形式化し、マニュアルとして共有することで、社会全体が過去の失敗から学び、より良い対応を実践できるのです。これは個人の経験則だけに頼るのではなく、組織として災害対応能力を継承していく、非常に持続可能なシステムと言えるでしょう。カナダの公共放送 CBC は、マニュアルがあるからこそ、創造性が生まれるという逆説的な視点を提供しました。基本的な運営がマニュアルによって保障されているからこそ、現場の担当者はマニュアルに書かれていない個別のニーズ、例えばアレルギーを持つ子どもへの食事対応やペット連れの避難者のためのスペース確保といった、より創造的で人間的な対応にエネルギーを注ぐことができるのだと。つまり、マニュアルは思考を停止させるものではなく、むしろ本当に頭を使わなければならない課題に集中するための土台となる、という見方です。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。マニュアルにない想定外への脆弱性。しかし、光が強ければ影もまた濃くなるように、この完璧なマニュアル主義には深刻な脆弱性が潜んでいると、海外からは厳しい指摘がなされています。その最大の懸念は、マニュアルへの過度な依存が現場の判断力を奪うという点です。災害時にはマニュアルで指定された避難所が想定を超える高さの津波や川の氾濫によって水没するケースが一部で報告されました。その際、マニュアルにない事態なのでどう動いていいかわからなかったと立ち尽くす職員の姿が海外メディアによって批判的に報じられました。イギリスのタイムズ紙は、日本のシステムは定められたシナリオを完璧に実行することには長けているが、シナリオが崩れた瞬間に思考がフリーズしてしまうマニュアル依存症候群に陥っている。真のレジリエンスとは、マニュアルを破り、現場の判断で最善の行動を選択できる能力のことだと断じました。この指示待ちという画一的な行動は、特に救援物資の輸送において深刻なボトルネックを生み出しました。被災地からはおにぎりよりも温かいミルクが欲しいという悲痛な声が上がっているにもかかわらず、現場の判断で物資を融通することができず、マニュアル通りまずはおにぎりを全世帯に配り終えてからという硬直的な対応が多くの批判を浴びました。アメリカの NPO 職員は、善意の支援物資が官僚的な手続きの壁によって本当に必要としている人々に届かない。これはシステムの失敗だと語気を強めました。マニュアルが人々を救うためのツールではなく、人々を縛るための足かせになってしまうという本末転倒な状況です。さらに、マニュアルの存在が責任の所在を曖昧にするという問題も指摘されています。
何か問題が起きた際に自分はマニュアル通りにやっただけだという言い訳が通用してしまう風潮です。オーストラリアの行政学者は、マニュアルは思考停止を正当化し、個人の責任感を希薄化させる装置として機能することがある失敗を恐れず、前例のない決断を下した個人を組織が全力で守り、評価する文化を育てない限り、この問題は解決しないだろうと、日本の組織文化そのものにメスを入れる必要性を説いています。改善のポイントとは？生きたマニュアルへの進化。マニュアルの利点を生かしつつ、その弊害を乗り越えるためには、どのような改善が必要なのでしょうか。1、原則と裁量を明記したマニュアル改定。すべてを細かく規定するのではなく、マニュアルを守るべき最低限の原則。プリンシプルと現場の判断に委ねられる裁量の範囲に明確に分離します。例えば、人命の安全確保を最優先するという大原則は守りつつ、そのための具体的な非方法については、現場の状況に応じてマニュアルにない選択肢も許容することを明記します。これにより、職員は安心して柔軟な判断を下すことができます。2、失敗を許容し、成功事例を共有する組織文化の醸成。マニュアルから逸脱した判断が、たとえ結果的に失敗に終わったとしても、その挑戦を責めるのではなく、なぜその判断に至ったのかを組織全体で学び、次のマニュアル改定に生かす失敗学習のメカニズムを導入します。逆に、裁量によって大きな成功を収めた事例は、グッドプラクティスとして積極的に表彰し、水平展開することで、職員のモチベーションを高め、組織全体の対応力を向上させます。3、想定外をシミュレーションする実践的訓練。従来のマニュアル通りに動く訓練に加え、マニュアルが通用しない状況をあえて設定した実践的な訓練を定期的に実施します。例えば、通信が完全に途絶するリーダーが負傷するデマ情報が蔓延するといった複合的な危機シナリオを与え、参加者自身に解決策を考えさせることで、アドリブ力や問題解決能力を養います。完璧なマニュアルはゴールではなくスタートラインです。それをいかに現場の状況に合わせて使いこなし、そして常にアップデートし続けるか。その運用する力こそが真の意味で日本の災害対応を世界最高レベルへと引き上げる鍵となるでしょう。第4章。善意が招いた二次災害。助けたい気持ちが被災地を苦しめる逆説。大災害が発生すると、被災地には日本全国、そして世界中から大量の支援物資とボランティアが殺到します。その純粋な善意は被災者を勇気づけ、復興の大きな力となる一方で、時として現場に深刻な混乱をもたらすことがあります。ある災害支援の専門家は、この統制されない支援が集中する状況を比喩として善意の津波と表現しました。今回はこの善意という美しい感情が引き起こす複雑な現実と、それをいかにして真に被災者の力に変えていくべきか、海外の視点も交えながら考えていきます。海外の反応。賞賛。反を体現する国民的支援。地震による被害が報じられると、直後から日本の SNS 上では、頑張れ被災地、ご苦労支援物資といったハッシュタグがトレンド入りし、個人や企業による支援の輪が爆発的に広がりました。この国民総出ともいえる支援活動の規模とスピードに、海外からは驚きと称賛の声が上がっています。アメリカの赤十字社幹部は、これほど大規模かつ自発的な国民レベルの支援活動は、世界でも類を見ない。政府の要請を待つのではなく、市民一人一人が自分にできることは何かを考え、行動に移す。この市民社会の成熟度は驚異的だと最大級の賛辞を送りました。特に企業が自社の製品やサービスを無償で提供する動きは海外のビジネス界に大きなインパクトを与えました。大手コンビニチェーンが避難所におにぎりや水を届け、通信キャリアが Wi-Fi を無料開放し、アパレル企業が防寒着を送る。こうした行動は単なる CSR、企業の社会的責任活動を超えた社会インフラとして企業が果たすべき役割を体現していると評価されました。ウォール・ストリート・ジャーナルは、日本の企業は自らが社会の一部であり、国民の生活を守る責任を負っていることを深く自覚している。利益追求と社会貢献がこれほど自然に両立している国は他にないと論評しています。また、全国から被災地に駆けつけるボランティアの姿も多くの感動を呼びました。韓国の主要新聞は、彼らはヒーローではない。
学生、会社員、主婦といったごく普通の人々だ。見返りを求めず、ただ困っている同胞を助けたいという一心で、泥まみれになって瓦礫を撤去する。この絆と表現される他者への共感能力こそが、日本が幾多の国難を乗り越えてきた原動力なのだろうと、その精神性を高く評価しました。特にボランティアたちが自ら食料や寝袋を持参し、被災地の負担にならないように配慮する姿は、支援する側のマナーとして海外の多くの災害支援団体にとって学ぶべき点だと報じられています。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。善意が引き起こす二次災害。しかし、この美談の裏側で現場は深刻な問題に直面していました。海外の冷静なメディアや専門家は、日本の支援活動が抱える構造的な欠陥を厳しく指摘します。そのキーワードは、ニーズとのミスマッチとロジスティクスの崩壊です。最大の問題は、善意で送られてくる支援物資が必ずしも被災地のニーズと合致していないことでした。避難所には大量の千羽鶴や古着、賞味期限切れ間近の食料などが山積みになり、その仕分けと廃棄にただでさえ人手が足りない自治体職員が追われるという本末転倒な事態が発生しました。フランスの国際 NGO 国境なき医師団の担当者は、被災地が本当に必要としているのは医薬品、衛生用品、そして何よりも現金だ。しかし、善意の人々は自分が送りたいものを送ってしまう。このギャップを埋めない限り、善意はただのゴミになりかねないと警鐘を鳴らします。これは支援の自己満足とも言える現象であり、被災地の状況を無視した一方的な善意の押し付けは、かえって現場を疲弊させるのです。さらに、全国から押し寄せるボランティアや支援物資の輸送車両が被災地周辺の道路で深刻な交通渋滞を引き起こし、緊急車両や重機の通行を妨げるロジスティクスの崩壊も発生しました。ドイツの災害ロジスティクス専門家は、支援は心だけではできない。それは高度な輸送計画、需要予測、在庫管理を必要とする科学だ。日本にはこの支援のサプライチェーンマネジメントという視点が決定的に欠けていると指摘。情熱的なボランティアたちが組織化されないままバラバラに現地入りすることで宿泊場所や食料の確保ができずに逆に被災地の負担となってしまうケースも散見されました。イギリスのガーディアン紙はこうした状況を日本のボランティアリズムが抱えるアマチュア性の限界と表現しました。熱意はあっても専門的なスキルや知識、組織的な連携がなければ大規模災害には対応できない。今、日本に求められているのは個人の善意をプロフェッショナルな災害支援システムへと統合していく仕組みづくりだと、より構造的な改革の必要性を訴えています。改善のポイントとは？善意を力に変える仕組みづくり。溢れる善意を本当に意味のある力に変えるためには、どのような改善が必要なのでしょうか。1、支援の見える化とマッチングプラットフォームの構築。政府や主要 NPO が連携し、統一されたオンラインプラットフォームを構築します。そこでは、各避難所が必要としている物資の品目と数量がリアルタイムで更新され、見える化されます。支援したい個人や企業は、そのリストを見て、本当に必要なものを必要なだけ提供する。また、ボランティアについても、瓦礫撤去、炊き出し、医療支援、心理ケアといった専門スキルごとに登録してもらい、現地のニーズと的確にマッチングさせることで、ミスマッチを防ぎます。2、寄付は現金でキャンペーンの徹底と透明性の確保。支援は物資より現金でという原則を災害発生直後から政府やメディアが一体となって国民に強く呼びかけます。現金であれば被災地が本当に必要とするものを現地の経済を回しながら調達できます。その際、集まった寄付金がいつ、どこで何に使われたのかを支援者がオンラインで追跡できるような徹底した透明性とレーサビリティを確保することが国民の信頼を得る上で不可欠です。3、災害ボランティアの専門家と認証制度の導入。平時から災害支援に関する専門的な訓練を受けた災害支援スペシャリストを育成し、国が認証する制度を創設します。大規模災害発生時には、まずこの認証を受けたプロのボランティアチームが先遣隊として現地入りし、受け入れ体制やニーズ調査を組織的に行います。その上で一般のボランティアを段階的に受け入れることで、現場の混乱を防ぎ、より効果的で安全な支援活動を展開することができます。日本人の持つ絆や助け合いの精神は、世界に誇るべき美しい文化です。
しかし、その精神論だけでは複雑化する現代の災害には立ち向かえません。善意という熱い心を冷静な戦略とシステムによって的確に被災地へ届ける。その仕組みづくりこそが今私たちに求められている改善なのです。第5章。世界を止めた日本経済。脅威の回復力と消えないジャパンリスク。巨大地震による津波は日本の太平洋沿岸にある工業地帯にも甚大な被害をもたらしました。精密機器の部品を製造する工場、世界中の自動車に搭載される半導体を生産するプラント、それらの生産ラインが停止したというニュースは瞬く間に世界経済を揺るがす大きな懸念となりました。なぜなら日本の生産活動の停滞は世界のサプライチェーンに大きな影響を与えるからです。かつて東日本大震災の際にも指摘されたこの問題に対し、日本はどのように進化を遂げたのか、そして海外からはどのような新たな課題が見えているのでしょうか。海外の反応。賞賛。驚異の回復力を見せた日本の製造業。津波被害の全容が明らかになるにつれ、ウォール街のアナリストたちは世界的な部品不足と生産の遅延を予測し、多くのハイテク企業の株価が下落しました。しかし、その予測は良い意味で裏切られることになります。日本の製造業が見せたのは驚異的なまでの回復力、事業継続計画 BCP の進化でした。ニューヨークタイムズ紙は日本のレジリエンス 2.0 と題する記事でその進化を絶賛しました。東日本大震災の教訓は日本の製造業の DNA に深く刻み込まれていた。彼らは単に工場を再建するだけでなく、サプライチェーンそのものを強靭化したのだと。具体的には特定の部品の生産拠点を国内の複数箇所に分散させるマルチファブ戦略や、被災した際に代替生産を依頼できる協力企業とのネットワークを平時から構築しておくクロス生産体制が今回の危機で完璧に機能したと報じました。ある自動車メーカーは被災した東北の工場からわずか数日で西日本の工場へ生産を移管。その迅速な切り替えはまるでオーケストラの指揮者が一部の楽器が欠けても即座に別のパートで補うかのような見事な采配だったと米国の経営コンサルタントは舌を巻きました。さらに称賛されたのはサプライチェーン全体の見える化です。多くの日本企業は自社工場だけでなく部品を供給する2次、3次下請けの被災状況までをリアルタイムで把握できる高度な情報システムを導入していました。これによりどこにボトルネックが発生しているかを即座に特定し、代替の調達ルートを確保することが可能になったのです。ドイツの経済誌は、これはもはや個々の企業の努力ではない。業界全体で情報を共有し、危機を乗り越えようとする産業レベルの集団防衛だ。この協調性の高さが、欧米の個人主義的な企業文化との決定的な違いだと分析しました。その現実が国境を越えたビジネスの連携をより強固なものにしたのです。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。日本リスクへの世界の懸念。しかし、この見事な回復劇をもってしても、海外の投資家や企業が抱く根本的な懸念を完全に払拭することはできませんでした。それは、そもそもなぜこれほど重要な生産拠点を世界有数の災害多発地帯に集中させ続けるのかという地政学的なリスク、いわゆるジャパンリスクに対する問いです。シンガポールの金融アナリストは、ブルームバーグの取材に対し、厳しい見方を示しました。日本の企業は、災害が起きた後の対応は世界一かもしれない。しかし、災害を回避するという、より根本的なリスクマネジメントの視点が欠けているのではないか。どんなに優れた BCP も巨大災害が頻発すればいずれは破綻する。世界のサプライチェーンを人質に取るような現在の集中立地は長期的には無責任だと言わざるを得ないと。この意見は世界の生産網が日本の地理的脆弱性という一つのカゴにあまりにも多くの卵を盛りすぎている現状への強い警告です。また情報の透明性に対する不満も聞かれます。日本の企業は自社の被害状況や復旧見通しについて海外の取引先に対してしばしば情報開示に慎重になる傾向があります。フランスの自動車部品メーカーの幹部は、我々が知りたいのは頑張りますという精神論ではなく、あと何日で何個の部品を納入できるのかという具体的なデータだ。
しかし、日本からの情報は断片的で、我々の生産計画に大きな混乱をもたらしたと不満を漏らしました。これは問題が解決するまで情報を公にしないという日本の文化的な背景が影響している可能性がありますが、グローバルなビジネス環境においては、リアルタイムでの正確な情報共有こそが信頼の基礎となります。そして中小企業の脆弱性というサプライチェーンの足元を揺るがす問題も改めて浮き彫りになりました。大企業が強靭な BCP を構築する一方で、その下に連なる多くの中小企業は資金や人材の不足から十分な対策を講じられていないのが現実です。イギリスの経済学者は、日本のサプライチェーンは一見強固な鎖のように見えるが、その鎖を構成するいくつかの中小企業は非常に錆びつき、脆くなっている。一つの輪が切れれば鎖全体が機能不全に陥る。この構造的な弱点に日本は真剣に向き合うべきだと指摘しています。改善のポイントとは？真のグローバルサプライチェーンハブへ。では、日本が世界の信頼を維持し、安定した生産拠点であり続けるためには、どのような改善が必要なのでしょうか。1、戦略的な生産拠点の国際分散、チャイナジャパンプラスワン。国内での拠点分散に加え、重要な製品や部品については、海外にも代替生産拠点を確保する動きを、政府が税制優遇などで後押しします。特に ASEAN 諸国など地政学的リスクが比較的低い地域に新たな拠点を設けることで、ジャパンリスクそのものをヘッジします。これは日本の技術や雇用を海外に流出させるのではなく、日本のサプライチェーンをより強靭にするための戦略的な投資と位置づけるべきです。2、サプライチェーンリスク情報の国際標準化と開示義務化。東京証券取引所などに上場する主要メーカーに対し、自社のサプライチェーンが抱える災害リスク、特定地域への依存度、代替生産体制の有無などを投資家や取引先に対して定期的に開示することを義務付けます。その際、国際的に通用する標準的なフォーマットを用いることで、情報の透明性を高め、海外企業が安心して日本企業と取引できる環境を整備します。3、中小企業向け BCP 導入の公的支援強化。中小企業が単独で BCP を策定するのは困難であるため、国や自治体が専門家を派遣し、策定を無料でサポートする体制を拡充します。また、代替生産設備の導入やデータバックアップのためのクラウドサービス利用料など、BCP 導入にかかる費用に対して最大9割程度を補助するような大胆な財政支援を行うことで、サプライチェーンの末端までを強靭化します。日本の製造業の強さは、その品質や技術力だけではありません。危機から学び、進化し続ける改善の力こそが真の競争力です。今回の教訓を生かし、サプライチェーンの在り方を根本から見直すことができれば、日本は世界からより一層信頼される真のグローバルハブへと生まれ変わることができるでしょう。第6章、復興予算という名の利権、数十兆円をめぐる政治の功罪。甚大な被害をもたらした津波の後、日本の政治は復興という一つの目標に向かって動き出しました。未曾有の国難に対し、与野党の垣根を越えて協力し、迅速に巨額の復興予算を成立させたその姿は、政治のリーダーシップの表れとして、海外から一定の評価を受けました。しかし、その裏側では、その莫大な予算の配分をめぐり、水面下での政治的な駆け引きが見られました。今回は、日本の復興の政治が持つ光と影を、海外メディアの鋭い視点を通して解き明かしていきます。海外の反応。賞賛。民主主義国家としての迅速な合意形成。地震発生からわずか数週間で政府が数十兆円規模の補正予算案を国会に提出し、それが大きな混乱なく可決されたことに多くの海外の民主主義国家は驚きを示しました。特に政治的な対立が深刻化している国々からは、国難における日本の政治的成熟度を称賛する声が上がりました。フランスの政治評論家は有力シルモンドに寄せたコラムで、今日の欧米の政治が通り党略に明け暮れ、重要な法案すら何ヶ月も通過させられない状況にある中、日本は国家の危機に際していかにして政治が機能すべきかという模範を示した。与党も野党も互いの主張の違いは一旦は木に置き、国民の命と生活を再建するという一点で合意した。これは政治家が国民の信託に応えようとする健全な民主主義の証左だと高く評価しました。
この迅速な予算成立は、被災者に国は見捨てないという強いメッセージを送るとともに、世界に対して日本は自力で立ち直るという国家の意思を示す効果もありました。また、復興予算の財源として、安易な国債増発に頼るだけでなく、次元的な増税という痛みを伴う選択肢を国民に提示し、理解を求めた点も、海外の財政専門家から注目されました。将来世代に負担を先送りするのではなく、今の世代でこの国難を分かち合おうという極めて責任ある姿勢だ。と、英国のフィナンシャルタイムズは論評しました。多くの国の政治家がポピュリズムに走り、国民に不人気な増税から逃げ続ける中、日本の政治家と国民は財政規律に対する高い意識を共有している。この連帯感と責任感こそが日本の社会の安定の礎だろうと、この復興増税は短期的な経済への影響を懸念する声もあったものの、結果として日本の財政への国際的な信任を維持することにつながりました。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。復興の名の下の利益誘導。しかし、その巨額の予算が具体的にどのように使われるのかという段階になると、海外メディアの視線は一気に厳しくなります。批判の焦点は予算配分の不透明さと本来の復興とは無関係な事業への流用疑惑です。アメリカの調査報道ジャーナリストは予算の使途を徹底的に追跡し、衝撃的なレポートを発表しました。復興は一部の政治家や官僚にとって魔法の言葉となっている。この言葉を冠すれば、普段は到底認められないような自らの選挙区への利益誘導や業界団体への補助金がいとも簡単に正当化されてしまうのだと。レポートでは被災地から遠く離れた地域の道路建設や復興とは直接関係のない技術開発プロジェクトに多額の復興予算が充てられている実態が具体的なデータとともに告発されました。この報道は海外の投資家や援助機関に日本のガバナンスは本当に信頼できるのかという深刻な疑念を抱かせることになりました。ドイツのトランスペアレンシー・インターナショナル国際的な汚職監視団体も日本の状況に懸念を表明しました。大規模な復興予算は必然的に汚職や不正の温床となりやすい。しかし、現在の日本のシステムには予算の執行を独立した立場で監視する強力な第三者機関が存在しない。国会のチェック機能も与党が多数を占める中では形骸化しがちだ。これでは国民の善意の税金が一部の既得権益者のために使われても誰もそれを止めることができないと。この指摘は日本の政治システムが持つ説明責任の欠如という構造的な問題を鋭く突いています。さらに、縦割り行政の弊害も効率的な復興を妨げる大きな要因として批判されました。復興事業が国土交通省、農林水産省、経済産業省といった各省庁に分割して発注されるため、省庁間の連携が取れず、非効率で重複した投資が行われているという問題です。例えば、ある地域で一つの省が防潮堤を建設し、別の省がすぐ隣で道路をかさ上げするといった全体最適を欠いた計画が散見されました。イギリスの行政学者は、日本には復興全体を俯瞰し、省庁の壁を越えて事業を調整する強力な司令塔コントロールタワーが存在しない。各省庁が自らの権益を守ろうとするセクショナリズムが、復興のスピードと質を著しく低下させていると分析しました。改善のポイントとは？透明で公正な復興ガバナンスの確立。国民の税金を真に被災者のために使い、迅速かつ効率的な復興を実現するためには、どのような改善が必要なのでしょうか。1、復興庁への権限集中と強力な司令塔機能の付与。現在の復興庁の役割を強化し、各省庁に分散している復興関連予算と権限を復興庁に一元化します。復興庁の長官には省庁横断的な調整権限を持つ副総理級のポストを充て、被災地のニーズに即して迅速かつ柔軟に予算を再配分できる強力なリーダーシップを発揮させます。これにより縦割り行政の弊害を打破し、一体的な復興計画を推進します。2、独立した第三者機関による予算執行のリアルタイム監視。会計検査院の機能とは別に、法律家、会計士、市民代表などから構成される、政府から完全に独立した復興予算監視委員会を設置します。こ
この委員会は、すべての復興事業の契約内容や支出状況をリアルタイムで閲覧できる権限を持ち、不正や不適切な支出が疑われる場合には、事業の差し止めや告発を行うことができます。また、すべての情報を国民に分かりやすく可視化する、ウェブサイト復興ダッシュボードを公開し、徹底した透明性を確保します。3、エビデンスに基づく政策決定、APPM の導入。予算配分の決定を政治家の勘や経験、あるいは声の大きさといった曖昧な基準ではなく、客観的なデータや科学的根拠に基づいて行うエビデンスベースとポリシーメイキングを徹底します。どの地域にどのような支援が最も効果的かを過去の災害データやシミュレーションを用いて分析し、投資対効果が最も高い事業から優先的に予算を配分することで、限られた財源の最適化を図ります。復興のプロセスは、その国の政治の成熟度を映し出す鏡です。国民からの信頼を裏切ることなく、透明で公正なプロセスを通じて、一日も早い被災地の再建を成し遂げる。その責任を果たすことこそが、今の日本の政治に求められている最大の課題なのです。第7章。見えない傷との戦い。真のケア。先進国のジレンマと社会の壁。津波の参加から数ヶ月、瓦礫は撤去され、仮設住宅での生活が始まり、町は少しずつ落ち着きを取り戻し始めました。しかし、目に見える復興が進むその裏で、多くの被災者の心の中では、目に見えないもう一つの戦いが始まっていました。それは、災害が残した深い心の傷、PTSD 心的外傷後ストレス障害との戦いです。笑顔の裏で多くの人々の精神的な負担は限界に達していました。今回は日本の災害医療における心のケアの現在地と海外から寄せられる期待と課題について深く掘り下げます。海外の反応。賞賛。組織化された真のケアへの取り組み。過去の災害において日本では被災者の精神的な問題がしばしば個人の我慢や気合の問題として片付けられがちでした。しかし、阪神・淡路大震災や東日本大震災の教訓を経て、その認識は大きく変わりました。今回の災害対応では、心のケアが物理的な救援活動と同等に重要な公的な支援活動として位置づけられたことに、海外の専門家から高い評価が寄せられています。世界保健機関 WHO の精神保健担当官は、日本の進歩は目覚ましい。災害発生直後から精神科医、臨床心理士、保健師などで構成される専門チーム PAT 災害派遣精神医療チームが全国から被災地に派遣され、組織的に活動を開始した。これは災害メンタルヘルス分野における世界的なベストプラクティスの一つだとコメントしました。DPAT は避難所を巡回し、眠れない、食欲がないといった被災者の初期のストレス反応に寄り添い、専門的なケアが必要な人を医療機関につなぐ重要な役割を果たしました。この体系化されたアプローチは、精神的な支援を一部の専門家による特別な活動から、すべての被災者がアクセス可能な公的サービスへと変えたと評価されています。また、日本の心のケアがユニークな点として、地域コミュニティの力を活用したアプローチが注目されました。特に被災者がお茶を飲みながら気軽に悩みを語り合えるお茶っこサロンや心のふれあいセンターといった住民が主体となった居場所づくりが孤立を防ぎ、自然な回復を促す上で大きな効果を発揮したと報じられています。イスラエルのトラウマ研究の第一人者は、専門家によるトップダウンの介入だけでなく、人々がもともと持っている社会的つながりソーシャルキャピタルを再構築し、支え合いの中から回復力を引き出す。このボトムアップのアプローチは非常に日本的であり、かつ効果的だ。心の傷は薬やカウンセリングだけで治るものではない。人との絆の中でこそ癒されるのだと、その有効性を指摘しました。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。見えない傷に対する社会の無理解。しかし、制度や取り組みが進歩する一方で、被災者を取り巻く社会の側には、まだ根深い課題が残っていると、海外からは指摘されています。その核心にあるのは、精神的な不調に対する偏見スティグマと無理解です。カナダの公共放送は、被災地で取材したドキュメンタリー番組で、ある男性の苦悩を伝えました。彼は津波で家族を失い、夜も眠れず、突然フラッシュバックに襲われるという典型的な PTSD の症状に苦しんでいました。
しかし彼は周囲に男のくせにいつまでもメソメソするな、みんな辛いのは同じだ、前を向けと言われることを恐れ誰にも相談できずにいました。番組は日本では弱音を吐くことは恥という文化が根強く、心の不調を訴えることは個人の弱さの表れとみなされがちだ。この社会的なプレッシャーが助けを求めるべき人々をさらに孤立へと追い込んでいると結論付けました。公的な支援の窓口が用意されていても、社会の側にそれを受け入れる土壌がなければ、本当に苦しんでいる人はその扉を叩くことすらできないのです。第2に、長期的なケア体制への欠如も深刻な問題です。災害発生直後は多くの支援が集中しますが、時間が経ち、世間の関心が薄れるにつれて、心のケアの専門家も徐々に被災地から引き上げていきます。しかし、PTSD などの精神的な影響は、数年、時には数十年という長い時間を経て現れることも少なくありません。アメリカの退役軍人将 VA で兵士の PTSD 治療に長年携わってきた専門家は、災害後の心のケアは短距離走ではなくマラソンだ。特に仮設住宅から高級住宅への移行期や復興事業が一段落し、人々が自分の人生と改めて向き合わなければならなくなった時に、うつ病や孤独死のリスクが高まる。日本にはこの長い復興プロセスを通じて途切れることなく支援を提供し続ける持続可能なシステムが必要だと指摘します。さらに、子どもたちへのケアの特殊性が見過ごされがちである点も、ユニセフ国連児童基金などから懸念が示されています。子供は大人と同じように自分の感情を言葉で表現することができません。そのため、おねしょや指しゃぶり、攻撃的な行動といった形でストレスサインを示すことがあります。しかし、周囲の大人が自身のことで精一杯であったり、知識が不足していたりすると、これらのサインは見過ごされ、ただのわがままとして叱責されてしまうことさえあります。こうした経験は、子供のその後の発達に深刻な影響を及ぼす可能性があります。被災した子どもたちの未来を守るためには、学校を拠点としたより専門的で継続的なケアが不可欠なのです。改善のポイントとは？誰もが助けてと言える社会へ。被災したすべての人が心穏やかな日常を取り戻すために、私たちはどのような改善を目指すべきなのでしょうか。日深のケアは当たり前という社会全体の意識改革。政府、メディア、教育機関が一体となり、大規模な啓発キャンペーンを展開します。災害後に心の不調を感じるのは特別なことでも恥ずかしいことでもなく、誰にでも起こりうる自然な反応であることを繰り返し社会に伝えます。また、小中学校の保健体育の授業で、ストレス対処法やメンタルヘルスに関する基礎知識を教えることを義務化し、子どもの頃から心の健康についてオープンに話せる文化を醸成します。2、かかりつけ医と連携したシームレスなケア体制の構築。すべての被災者を専門家が見ることは不可能です。そこで、地域のかかりつけ医や保健師が精神的な不調の初期サインに気づき、適切なアドバイスや専門医への紹介ができるよう研修を強化します。普段から馴染みのある医療従事者が体の健康だけでなく心の健康についても相談に乗ってくれる体制を整えることで、支援へのアクセスを格段に向上させることができます。3、学校を拠点とした長期的な子どもの心理支援プログラム。すべての被災地の学校にスクールカウンセラーや臨床心理士を複数名、国費で配置することを義務付けます。彼らは個別のカウンセリングだけでなく、遊びやアートセラピーといった子どもが参加しやすいグループ活動を通じて心の回復を支援します。また、教員自身も被災者であり、大きなストレスを抱えているため、教員向けのメンタルヘルスサポートも同時に提供し、学校全体を子どもにとって安全で安心できる場所に変えていきます。復興とは単に建物を建て直すことではありません。一人一人の心が再び穏やかさと希望を取り戻して初めて、本当の意味での復興は成し遂げられるのです。そのために、社会全体で被災者の見えない傷に寄り添い続ける。その地道な努力こそが今求められています。第8章、故郷を消した合理性。100年後の安全と引き換えに失ったもの。津波によって壊滅的な被害を受けた沿岸部の町々。そこでは二度と同じ悲劇を繰り返さないため、大胆な復興計画が進められていました。危険な低地には人を住まわせず、集団で高台に移転する。
あるいは巨大な防潮堤を建設し、土地全体をかさ上げして安全な町を再建する。これらの計画は防災の観点からは極めて合理的であり、海外の専門家からも注目を集めました。しかし、その合理性の裏で、長年住み慣れた土地を離れることを強いられる住民たちの静かな苦悩があったことを我々は忘れてはなりません。海外の反応。賞賛。未来の命を守るための大胆な決断。日本の復興計画が世界を驚かせたのは、そのスケールの大きさと未来の安全を最優先する思想でした。多くの国では災害後も元の場所で生活を再建するのが一般的ですが、日本は住む場所を災害に合わせるのではなく、災害を回避できる場所に住むという、より根本的な解決策を選択したのです。オランダの都市計画課は、日本の高台移転事業を21世紀の国土計画における最も野心的な試みの一つと絶賛しました。オランダは常に水と戦い、堤防で国土を守ってきた。しかし、気候変動により、そのモデルも限界に近づいている。日本が示しているのは、戦う防災から避ける防災へのパラダイムシフトだ。目先の利便性や経済性よりも100年後、200年後の子孫の命を優先するという、この長期的な視点と倫理観は、世界中の沿岸都市が学ぶべきだと、実際に整然と造成された高台に新しいコミュニティが形成されていく様子は、災害に強い未来都市のモデルケースとして多くの国際会議で紹介されました。また、復興のプロセスにおいて最新のテクノロジーを積極的に活用した点も高く評価されています。ドローンで被災状況を正確に把握し、3D 都市モデルを使って住民に復興後の街の姿を分かりやすく提示する。AI を用いて最も効率的なインフラ再建計画を立案する。こうしたデジタル技術の導入は復興のスピードを上げるだけでなく、合意形成のプロセスを円滑にする上でも大きな役割を果たしました。アメリカのテクノロジー系メディアは、日本は悲劇を単に元に戻すだけでなく、それをよりスマートでよりレジリエントな社会を創造するためのジャンプボード踏切台に変えようとしている。これはデジタル敗戦と揶揄された国からの力強い復活ののろしだと報じました。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。合理性が奪う暮らしの記憶。しかし、この効率的で合理的な復興計画は別の側面から見れば非常に冷徹で非人間的なものとして映ることもありました。海外の人権団体や文化人類学者は計画の進め方に住民の意思の不在を指摘し、警鐘を鳴らしています。イギリスのガーディアン紙は高台移転を強いられた高齢者のインタビューを掲載しました。新しい家は綺麗で安全かもしれない。でも、そこには隣の家との間にあった畑も、毎朝挨拶を交わした路地も、孫と魚釣りをした浜辺もない。私の人生の思い出が詰まった風景は、すべてブルドーザーの下に消えてしまった。この記事は、復興計画が家という物理的な箱は提供しても、故郷ふるさとという人々のアイデンティティや暮らしの記憶を奪ってしまう危険性を浮き彫りにしました。同氏は、これは行政によるトップダウンの計画が、そこに住む人々の場所への愛着をいかに軽視しているかを示す悲しい事例だ。効率性は必ずしも幸福を意味しないと、計画のあり方に根源的な疑問を投げかけました。また、コミュニティの分断と崩壊も深刻な問題として指摘されています。高台移転に同意する世帯と、様々な理由で元の土地に残ることを望む世帯との間で、住民間に亀裂が生じました。また、新しい高台の住宅地では、かつてのような濃密な近所付き合いが失われ、高齢者の孤立が進んでいるという報告もあります。フランスの社会学者は、日本の伝統的な地域社会は、村という共同体の中で、冠婚葬祭や日々の暮らしを支え合ってきた。しかし、行政主導の画一的な復興は、そうした有機的なつながりを断ち切り、人々をバラバラの個人にしてしまう。安全と引き換えに、日本社会が長年育んできた、最も美しいものを失おうとしているのではないかと懸念を示しました。さらに、漁業や農業といった、その土地に根ざした、生業の再生が、住宅再建のスピードに追いついていないという問題もあります。高台に立派な家を建てても、働く場所である港や畑が復旧しなければ、生活は成り立ちません。特に若い世代は、生業の再建に見通しが立たないことから、故郷を離れて都市部へ流出するケースが後を絶ちません。
イタリアのスローフード運動の活動家は、復興とは単にインフラを元に戻すことではない。その土地の食文化や伝統産業、つまりテロワール土地の個性を再生することだ。家だけを建てても魂の抜けたゴーストタウンが生まれるだけだろうと、ハード面の復興を急ぐあまり、ソフト面、つまり人々の暮らしそのものがないがしろにされている現状を批判しました。改善のポイントとは？住民主役のオーダーメイド復興へ、合理的な安全性と住民の思い。この2つを両立させる、より人間的な復興を実現するためには、どのような改善が考えられるでしょうか。1、住民参加型から住民主導型の計画策定へ。行政が作った計画案を住民に説明し、意見を聞くという住民参加型ではなく、計画の初期段階から住民が主体的に関わり、専門家、都市計画家、建築家などは、その思いを形にするための伴走者となる住民主導型の復興プロセスへと転換します。ワークショップを繰り返し、地域の歴史や文化、自然環境を生かした多様でオーダーメイドな復興プランを住民自身が作り上げていくのです。2、暮らしの継承を支援する柔軟な選択肢の提供。高台移転化、現地再建化といった二者択一を迫るのではなく、より多様で柔軟な選択肢を用意します。例えば、1階部分は鉄筋コンクリートの駐車場や倉庫にし、2階以上を居住スペースにするといった津波に強い住宅を現地に再建する選択肢や、複数の小さな集落が共同で、より利便性の高い中間地点に新しいコミュニティを作る集約的復興など、住民のライフスタイルや意向に応じて、様々なメニューから選べるようにします。3、なりわいの再生を最優先した立体的支援。住宅再建の支援と同時に、あるいはそれ以上に漁港の修復、農地の回復、販路の再開拓といったなりわいの再生に重点的に予算と人材を投入します。特に若者たちがここでならもう一度チャレンジできると思えるような新しい技術を取り入れたスマート漁業や6次産業化への挑戦などを政府が強力にバックアップします。暮らしの土台である仕事が再建されてこそ、人々は安心して故郷に戻り、町は本当の活気を取り戻すことができるのです。最高の防災計画とは、最も頑丈な防潮堤の設計図ではありません。そこに住む人々が心からここに住み続けたいと思える未来を描けること。その思いを支えることこそ、真の復興の礎となるはずです。第9章。悲劇が生んだ錬金術。世界が日本の復興債を買った本当の理由。壊滅的な被害からの復興には天文学的な額の資金が必要となります。その財源を日本はどのようにして確保したのか。その答えの一つが世界からの厚い信頼を具体的な資金へと転換する巧みな国際金融戦略にありました。日本政府が発行した復興債には世界中の投資家から予想をはるかに上回る規模の資金が殺到しました。それは日本の復興計画に対する国際社会からの強い信任の証でした。しかし、その華々しい成功の裏で、悲劇の商業利用ではないかという倫理的な問いも投げかけられました。海外の反応。賞賛。信頼を資金に変えた国家のブランド力。日本政府が復興国債の発行を発表した際、多くの市場関係者はその成否を固唾を飲んで見守っていました。巨額の国債発行は通常その国の通貨や債券市場への信任を揺るがしかねないからです。しかし結果は驚くべきものでした。発行額を大幅に上回る応募が世界中の政府系ファンドや年金基金、生命保険会社から集まったのです。この成功の背景にあったのは日本の国家としての信頼性、クレジットでした。ウォール・ストリート・ジャーナルはこの現象を究極の安全資産への逃避と分析しました。世界経済が不透明さを増す中、投資家たちは最も信頼できる避難先を求めていた。そして彼らが選んだのが日本だった。災害からの着実な復興プロセス、安定した政治、そして国民の勤勉さ。これらすべてが日本国債が世界で最も安全な資産の一つであるという評価を裏付けたのだと。つまり投資家たちは単に国債の利回りを買ったのではなく、日本の未来そのものに投資したのです。この事実は日本が長年にわたって築き上げてきた誠実で信頼できる国家というブランドイメージがいかに強力な無形資産であるかを改めて世界に示しました。
さらに日本が単なる国債ではなく使途復興に限定したテーマ債グリーンボンドやソーシャルボンドの一種として発行したことも成功の大きな要因でした。近年世界の金融市場ではリターンだけでなく社会的な課題解決に貢献する投資、いわゆる ESG 投資への関心が高まっています。日本の復興債はこの巨大な投資家層のニーズに完璧に応えるものでした。スイスのプライベートバンクのファンドマネージャーは、我々の顧客は自らの資産が被災した子どもたちのための学校建設や失われた自然環境の再生に使われることを望んでいる。日本の復興債は経済的なリターンと倫理的な満足感を同時に得られる理想的な投資対象だったと語ります。日本は自国の復興計画に対する世界からの信頼を資金調達へとつなげることに成功したのです。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。悲劇をめぐるモラルハザード。しかし、この輝かしい成功を全ての海外メディアが手放しで称賛したわけではありません。一部の批評家からは、より冷めた、そして根本的な疑問が呈されました。それは、災害支援と金融ビジネスの境界線をめぐる倫理的な問題です。イギリスの左派系新聞は痛烈な社説を掲載しました。日本は自国の悲劇を見事に金融商品へとパッケージングしてみせた。しかし我々は問わなければならない。自然災害という人間の力の及ばない悲劇が金融市場の論理で取引されることは果たして許されるのかと。社説は復興債の成功が災害が起きれば国際社会が助けてくれるという一種のモラルハザード、倫理の欠如を政府や国民の間に生み出しかねないと警告します。自国で備えるべき防災対策への投資を怠り、安易に海外からの資金に頼るようになる危険はないだろうか。善意の投資は結果的に国の自助努力を損なわせる可能性があるというのです。また、資金の使途の不透明さも再び問題として浮上しました。復興債によって集められた巨額の資金が本当に投資家が期待した通り効果的に復興のために使われているのか。その検証は極めて困難です。フランスの経済学者は、ソーシャルボンド市場の最大の課題は、そのインパクト評価の難しさにある。集めた資金が具体的に何人の雇用を生み、どれだけの人々の生活を改善したのかを客観的に測定する仕組みがなければ、ソーシャルウォッシュ社会貢献をしているように見せかけることとの批判は免れないだろうと指摘します。日本の復興債もその資金が一部本来の目的からそれた事業に使われているという疑惑が報じられると、その信頼性に影を落とすことになりました。さらによりマクロな視点からは将来世代への負担という避けられない問題も指摘されています。復興債はあくまで借金です。その返済義務はこれから生まれてくる未来の世代の方に重くのしかかります。ドイツの若者向けメディアは、今の大人たちが未来の世代のクレジットカードを使って復興という名の巨大な買い物をしているように見える。この巨額の負債を抱えて日本の若者たちは自分たちの未来をどのように描けばいいのだろうかと、世代間の公平性に疑問を呈しました。改善のポイントとは、持続可能で透明な復興ファイナンスへ。世界からの信頼を維持しつつ、持続可能で倫理的な方法で復興資金を確保するためには、どのような改善が必要でしょうか。1、インパクト連動型復興債 SIB の導入。資金の使途を大まかに定めるだけでなく、具体的な成果目標、例3年以内に被災地の失業率を震災前の水準まで改善する。5年以内に全ての仮設住宅を解消するなどを設定します。そしてその目標の達成度に応じて投資家への利払いや元本償還額が変動するソーシャルインパクトボンド SIB の仕組みを導入します。これにより政府は成果を出すことへのインセンティブが働き、投資家は自らの資金がもたらした社会的なインパクトを明確に確認できるようになります。2、ブロックチェーン技術を活用した資金使途の完全なトレーサビリティ確保。復興債で集められた資金の流れを改ざんが極めて困難なブロックチェーン技術を用いて最初から最後まで記録します。国から地方自治体へ、そして最終的な事業請負業者への支払いに至るまで、すべての取引履歴が一般市民や投資家によってリアルタイムで追跡可能になります。これにより資金の不正利用や目的外流用をシステム的に防止し、徹底した透明性を確保します。3、未来世代のための復興基金の創設。
国債に頼るだけでなく、復興債の一部を元手として、政府系ファンドのような復興基金を設立します。この基金は国内外の株式や不動産などに長期的な投資を行い、その運用益を将来にわたって発生する復興費用や防災インフラのメンテナンス費用に充当します。これにより単発の資金調達だけでなく、将来世代の負担を軽減する持続可能な財源を確保することができます。世界からの信頼というお金では買えない資産。それをどのように活用し、未来へとつないでいくのか。日本の国家としての進化が今問われています。第10章。災害が変えた日本の評価。世界が愛した品格と美談の危うさ。カムチャツカ巨大地震とそれに続く大津波。それは日本にとって、そして世界にとって大きな試練でした。しかし、この未曾有の国難に立ち向かう日本人の姿は、図らずも日本の国際的な評価を新たな高みへと引き上げることになりました。整然とした避難行動、驚異的な復興スピード、そして逆境においても失われない他者への思いやり。それらの姿を通して、日本のソフトパワーは国際的に大きく向上した契機となりました。今回はこの災害がどのようにして世界の日本に対する見方を変えたのか、そしてその先にある私たちの未来について考えていきたいと思います。海外の反応。賞賛。困難の中で輝きを増した日本の価値。世界中のテレビニュースが津波の破壊的な映像とともに映し出したのは、信じがたいほど冷静で秩序ある日本人の姿でした。避難所で配給の列に静かに並ぶ人々。乏しい食料を分け合う高齢者と若者。パニックや略奪がほとんど起きなかったという事実は、多くの海外の人々にとって衝撃的な驚きでした。イタリアの哲学者は有力紙に寄稿し、現代社会が失いかけていた最も大切なものがそこにはあったと述べました。個人主義と消費主義が行き着く先は、自己の利益を最大化するための他者との終わりのない競争だ。しかし、日本の被災地で我々が見たのは、その正反対の光景だった。彼らは私よりも私たちを優先し、個人の欲望を抑制し、共同体の存続のために行動した。それは経済的な豊かさとは別の次元にある精神的な豊かさ、つまり品格の表れだと。この論評は多くの欧米知識人の共感を呼び、災害をきっかけに日本の伝統的な価値観や倫理観への再評価が世界的に進むきっかけとなりました。また、クリエイティブな分野における日本の魅力もこの災害を通じて再発見されました。被災地の子どもたちを元気づけるために人気漫画家たちが応援イラストを次々と SNS に投稿。世界的なミュージシャンたちがチャリティーコンサートを開催。こうした文化的な支援の輪は国境を越えて広がり、日本のアニメやゲーム、音楽がいかに世界中の人々の心に深く根ざしているかを証明しました。フランスの文化大臣は、日本のソフトパワーの源泉は単なる製品の魅力ではない。その根底には困難な状況にある人々を励まし、希望を与えようとするヒューマニズムの精神が流れている。これこそが文化が持つ最も偉大な力だと語りました。この出来事は日本の文化が世界共通の希望の言語となり得ることを示したのです。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。美談の裏に隠された現実。しかし、この美しき日本という物語に全ての人が共感したわけではありません。より批判的な目を持つ海外のジャーナリストや社会学者からは、称賛が問題を覆い隠してしまう危険性が指摘されました。韓国の進歩系メディアは鋭い論説を展開しました。日本メディアが繰り返し報じる秩序ある被災者自己犠牲の精神といった美談は一見感動的だ。しかし、それは政府の対応の遅れやインフラの脆弱性といった本来厳しく批判されるべき問題から国民の目をそらすためのプロパガンダとして機能していないだろうかと。この論説は我慢強い国民というイメージを強調しすぎることが、かえって行政の責任を曖昧にし、必要な改革を遅らせるという不都合な真実を指摘しています。人々が暴動を起こさないからといって、彼らが満足しているわけではない。その静寂の下にある怒りや絶望の声を私たちは聞き逃してはならないという警告は重く響きます。また、過剰な同調圧力という日本社会が持つ負の側面が災害時に露呈したという見方もあります。
例えば、被災地への支援を表明しない企業や個人に対して、SNS 上で非国民といった激しいバッシングが行われる自粛警察のような現象が一部で見られました。アメリカの社会心理学者は、日本社会の集団主義は、平時には調和と協力を生むが、危機時には異質なものを排除しようとする、危険な同調圧力へと転化することがある。誰もが同じように悲しみ、同じように支援しなければならないという空気は、個人の自由な感情や意思決定を窒息させる一種の全体主義だと分析しました。この画一的な善意の強要は、多様性を重んじるリベラルな価値観とは相入れないものとして海外に移りました。改善のポイントとは？開かれた国としての未来へ。では、この災害を通じて得られた国際社会からの共感と信頼を一過性のものに終わらせず、日本の未来へとつなげていくためには何が必要なのでしょうか。1、成功も失敗も全てを共有するオープンな災害外交。日本の災害対応の成功事例だけでなく、課題や失敗談も含めて、ありのままの情報を国際社会と積極的に共有します。海外からの批判的な意見にも真摯に耳を傾け、それを次の改善に生かす姿勢を示すことで、完璧な国ではなく、常に学び続ける、謙虚で誠実な国としての信頼を確立します。そして、日本が持つ世界最先端の防災技術やノウハウを途上国などに無償で提供し、地球全体の災害レジリエンス向上に貢献することで、真のグローバルリーダーシップを発揮します。2、多様性を受け入れる成熟した市民社会の情勢。災害時においても様々な意見や価値観、行動様式が存在することを社会全体が許容する文化を育てます。支援の仕方は人それぞれであり、何もしないという選択肢もまた尊重されるべき個人の権利です。メディアは感動的な美談だけでなく、制度の不備や社会の矛盾といった多様な視点から災害を報じることで、国民がより多角的、批判的に物事を考える力を養う手助けをします。3、次世代に災害の記憶を継承するデジタルアーカイブの構築。今回の災害に関するあらゆる記録映像、写真、証言、公文書、報道などを国が責任を持って収集整理し、永久に保存する巨大なデジタルアーカイブを構築します。このアーカイブは世界中の誰もが多言語で自由にアクセスできるようにします。これにより未来の世代がこの悲劇とそこから立ち上がった人々の営みを学び、新たな防災の知恵を生み出すための人類共通の遺産とすることができるのです。終わりに。2025年、カムチャツカ半島沖巨大地震。それは私たちに多くのものを失わせました。しかし同時に多くの気づきも与えてくれました。テクノロジーの限界と、それでも前に進もうとする人間の尊厳。システムの強さと、それを支える一人一人の心の脆さ。そして国境を越えて寄せられた温かい支援の輪。日本の災害対応は決して完璧ではありません。そこには数多くの課題や矛盾が存在します。しかし、この国の最大の強みは、失敗から学び、常により良いものを目指して改善を続ける、改善の精神にあるのかもしれません。私たちは、この経験を単なる悲しい記憶として風化させてはなりません。この教訓をいかにして未来の命を守る力に変えていくか。その問いは、今、私たち一人一人に投げかけられています。今回の日本の災害対応について、あなたはどう感じましたか？世界が称賛した日本の強みと改善のヒント、そしてあなたが感じた課題や改善点について、ぜひコメント欄であなたの意見を聞かせてください。そしてこの問いは決して遠い未来の話ではありません。南海トラフで想定されるマグニチュード8から9の巨大地震。その発生確率は今後30年以内で 80% 程度とされています。これはもはやいつか来るではなく、いつ来てもおかしくない現実です。この現実を前に、私たちが今すぐ取るべき対策、改善できることは何だと思いますか？あなたの知恵やアイデアをぜひコメント欄で共有してください。この動画が、そして皆さんのコメントが一人でも多くの人の命を救うきっかけになることを心から願っています。私たちのチャンネルでは、世界が驚いた日本の様々な側面を海外の視点も交えながら深く、そして多角的に分析しています。この動画が少しでも役に立ったと感じていただけたら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。
最後までご視聴いただき、ありがとうございました。